こんにちは、さゆりです。このポッドキャストでは日常のことをわかりやすい日本語でゆっくり話します。今回はクーラーとエアコンについて特別編です。長いです。でも字幕はないです。ごめんなさい。今回は NHK、放送文化研究所の記事を読みながら説明していきます。このウェブサイトには面白い言葉の記事がたくさんあるので、ぜひ見てみてくださいね。今回のクーラーとエアコンについてですが、どうしてこれを話したかったかというと、今とにかく暑いからです。猛暑日35度を超える日が続いています。エアコン、クーラーが欠かせません。では記事を読んでいきましょう。はい、クーラー、エアコン、質問、question、暑いからクーラーをかけようかと言ったら、一瞬その場に寒い空気が漂いました。寒い空気が漂いましたっていうのは、空気が冷たくなったってことですね。それは本当に冷たくなったんじゃなくて、なんか誰もわからなくてシーンとした静かになっちゃったってことですね。like awkward なっちゃったってことですね。はい。で、回答、アンサーですね。部屋を冷房する、設備の呼び名としては、この頃はクーラーよりもエアコンの方が一般的になっているようです。ですが、クーラーが死語になったわけではありません。はい。そうですね。クーラーが死語っていうのはもう死んじゃった言葉って意味ですね。なので使われなくなった言葉って意味です。でも、ここにあるようにクーラーが死語になったわけではありません。なのでクーラーっていう言葉をまだ使っている人もいます。はい。じゃあ解説を読んでいきましょう。まずクーラーは文字通り冷やすものです。英語のクーラーとは全然違いますね。クーラーっていうのはエアコンの、寒くなる機能のことです。部屋を、冷やす機能のことですね。はい、つまり冷房機能のみを備えた装置のことを指すもので、暖房機能はありません。一方、エアコンはエアコンディショナーの略で、空気の温度や湿度を調整する機能がある装置です。温度っていうのはroom temperature のことですね。湿度は humidity percentage かな。調整する機能がある。はい。で、冷房、暖房両方ともできるのが一般的です。はい。冷房っていうのは部屋を冷やすときに使います。暖房っていうのは部屋を温めるときに使います。はい。つまりクーラーは冷房専用、エアコンは冷暖房両用というわけで、この2つはもともと違うものを指す言葉です。はい。エアコンは冷暖房両方暖かいのも暖かくするのも冷たくすることもできるですね。はい。暖房に関して言うと、エアコンの暖房機能はかつてよりも進化してきています。かつてよりもっていうのは前よりもってことです。前よりも進化してきています。前よりも良くなってきています。冬でもストーブやこたつなどを使わないでエアコンだけで過ごすという家庭も多くなっています。ストーブって英語でもストーブなのかな？ちょっと待ってわかんない。はい。はい。ストーブ。こたつっていうのは日本の多分漫画とかドラマで見たことある人もいると思うんですけど、テーブルの中に暖房機能がある、
ことですね。冬に一緒に布団のようなものをかぶせて使います。はい。はい。どこまで行ったっけクーラーではなくエアコンを備える家が多くなってきているのです。はい。だから、この文章から読み取れるのは、部屋を、涼しくする、クーラーだけじゃなくてエアコンっていう、涼しくも暖かくもできる、機械、装置、設備を備える家。備えるっていうのは、持つ家ですね。持つ家庭が増えてきているのです。多くなっているのです。はい。こうした事情もあって、言葉の上でも冷房機能を備えた装置のことをクーラーではなくエアコンと呼ぶことが多くなってきているのだと考えられます。はい。クーラーというか、あるいはエアコンというかをめぐっては年代差があります。年代差。年齢によって、エアコンっていうかクーラーっていうか違うってことですね。で、全国調査の結果では60歳以上の年代ではクーラー派もある程度多いのですが、それより下の年代ではエアコンの、勢力がかなり強くなっています。この背景には装置としてのエアコンの一般化が関係ありそうです。そう。だから、要約すると、60歳以上の人はクーラーっていう人が多いんですけど、60歳以下、50代、40代、30代、20代の人はエアコンっていう人が多いらしいです。で、その原因、その背景、バックグラウンドは、クーラーっていうものが少なくなってエアコン、冷房機能、暖房機能があるものが増えてきたので、エアコンと呼ぶ人が多いということですね。そして面白いことに、また地域差もあります。おおむね、関西、中国、四国、九州、沖縄ではクーラー派も多いのに対して、それ以外のところではエアコン派が主流になっているようです。面白いですね。だから、関西から西ですね。西の方では、西日本ではクーラーという人も多いらしいです。はい。でも、関東地方とか、東日本ですね。東日本では、とか、北海道も含めてエアコン派が主流になっているようです。じゃあ、なぜこのようになっているのでしょうか。はい。比較的温暖な関西、中国、四国、九州、沖縄では暖房機能をそれほど使わないため、実際にクーラーを備え付けている家も多いのに対して、冬にかなり寒くなる地方では暖房機能が必要なので、エアコンを設置していると思われることが関係しているのかもしれません。はい。そうですね。なので、西日本は比較的、東日本に比べて暖かいところが多いので、昔はそうですね、暖房機能、暖かくする機能をそれほど使わなかったのかもしれません。で、クーラーっていうその冷やす機能だけを持っている、設備がある家が多かったんですね。今も多いのかな。で、冬にかなり寒くなる地域、例えば、北海道とか、東北地方ですね、かなり寒くなるので、暖房機能が必要になります。なので、エアコンを装置していると思われていることが関係しているのかもしれません。で、最後、多い、なんで多いなんだろう。これが言葉の問題なのか、単に装置としてのエアコン普及の、普及状況の違いの反映に過ぎないんじゃないかいという考えもあるかもしれません。
しかし私たちは普段そこにある装置の機能が冷房専用なのか冷暖房両用なのかを考えない状態でクーラーあるいはエアコンと言っているのではないでしょうか。それなのに調査の結果、このような年代差や地域差が出ることはやはり言葉の問題として捉えても良いのではないかと思います。いかがでしょうか？ダメですか？ではちょっと頭を冷やしてきます。面白いですね。はい。多分この最後の段落は、この書いたメディア研究部放送用語の塩田雄大さんですかねの意見だと思うので、はい。はい、でこれがグラフですね。暑いからエアコンクーラーをかける人、20代、30代、40代、50代、60代で、エアコン派、エアコンという両方とも言うがどちらかといえばエアコンということの方が多い。クーラー派、クーラーという両方とも言うがどちらかといえばクーラーということの方が多い。すごい。じゃあ60歳以上でかなり人数が増えています。なるほど。で、次のグラフを見ると、確かにエアコンは、そうですね。エアコン派は、東北、東海、甲信越、関東、東北、北海道に多いですね。西日本はクーラーっていう人も、かなりいるようです。はい。どうでしたか？ちょっと難しかったかもしれないんですけど、はい。私は、多分、クーラーって言いますね。今の時期だと。なぜかっていうと、暑いからですね。でも、冬に暖房をつけるときはエアコンって言いますね。なので自分の気分によってクーラーかエアコンどっち言うか変えると思います。でも無意識ですね。何も考えずに、変えてると思います。はい。じゃあ、今日はこの辺で。バイバイ。